恋人に自分の正直な気持ちを伝えられない。伝えたら嫌われちゃうんじゃないかな。重いって思われちゃうんじゃないかな。ってぐるぐる考えて、結局自分が我慢してしまう。そんなことはありませんか？もう我慢する恋愛をやめて、自分がありのままで入れて幸せな恋愛をしたくないですか？こんにちは。恋愛ライフコーチのさゆりです。このチャンネルでは、ただのテクニックではなくて、幸せな恋愛を手に入れるための本質的な方法をお話しするチャンネルです。本日は、我慢する恋愛をやめて、自然体で幸せな恋愛をするにはどうすればいいのかということについて詳しくお話ししていきます。実はこれは私の実体験でもあるんです。私は過去に言いたいことを言えず我慢して恋愛をしていました。その時は自分が我慢していることにすら気づけず、ただ心の中に何かモヤモヤがあったんです。今考えたら、当時遠距離になってしまって、もっと連絡したいって思っていたけど、それが伝えられなくて我慢していたんですよね。こんな感じで、例えば恋人が頻繁に飲み会に行っていて、なんかモヤモヤするけど、でも行かないでとは言えないし、って言って結局我慢してしまうという人は多いんじゃないかなと思います。こうなってしまう傾向がある人に共通することは、性格はとっても優しいんです。でも一方で繊細で傷つくのが怖いと思ってしまっているんですよね。そんな方が相手に思いを伝えられない原因は大きく分けて2つあります。まず1つ目が自分で考えすぎてしまうんです。繊細な人って相手の感情を感じ取る能力に優れているんですよね。でもその分相手の表情とか態度から勝手にこう思ってるんじゃないかなっていう風に考えすぎてしまうことがあります。相手はたとえ何も思っていない場合でもちょっと表情が硬かったらもしかしたら怒っているのかもとか居心地が悪いのかなと考えて自分が何か悪いことしちゃったかなって被害妄想をしてしまう時はありませんか？こうやって相手の気持ちを考えすぎて、これを言ったら相手にとって迷惑かなとか、これを言ったら面倒な女と思われないかなと思って言えないということがよくあります。そしてその上で、相手に自分の思いを言えない原因の2つ目が、傷つくのが怖いからです。これは誰だって傷つきたくないという感情はあるはずなので、当たり前に出てくる思いだと思います。付き合っている時に自分が何かを言ったことによってすれ違いが生まれて、最終的には別れてしまうという結果につながる可能性もあるかもしれません。そう考えたら、やっぱり別れるよりは自分が言わないで我慢しておけばいいやっていう風に考えてはいませんか？我慢することによってこの関係を壊さないようにしているんだと思います。でもやっぱり我慢し続けたら、それが相手に伝わって重いって感じられる場合もあるし、相手に伝わらなかったとしても、いつか自分の我慢の限界がやってきて爆発してしまうということにつながる可能性もあります。ここからは、じゃあそうならないために、どうやって自分の気持ちを相手に伝えられるようになるのかということをお話ししていきます。まず大前提として、長期的な関係を築く相手とは、自分が自然体でいられるような関係性がいいですよね。例えば結婚して数十年一緒にいるってなった時に、やっぱり自分の素を出せない相手だったら自分が窮屈になってくると思います。だからお付き合いをしている時に自分の思いを自由に伝えられる関係性を築くことがとっても大切なんです。そう考えると、自分の思いをしっかりと伝えたのに、それに対して無視してきたり、理由も聞かずに拒絶してきたり、自分の意見を押し通すような人とは、長期的な付き合いは続かないと思うんですよね。あなたは、あなた自身を幸せにする選択を選ぶことが大切ということを念頭に置いてみてください。この前提の上で、どうやって相手に対して自分の気持ちを伝えればいいのかをお話ししていきます。ステップ1、自分の気持ちをしっかりと認識する。まず大切なのは、自分が今どんな気持ちでいるのかをしっかりと自分が認識することです。今もやもやしているのはなんでなんだろう？何が不安で何を恐れているんだろう？というように自分の感情に向き合ってみてください。人は日々自分の感情を無視してしまうから、それによって気づかないうちにストレスが溜まっていってしまうんです。言いたいことが言えないという状況が続くと、自分の気持ちがどんどん曖昧になっていって、自分が何が嫌なのか、何が不安なのかということがわからなくなっていってしまいます。だからまずは自分がどうしてこの感情を感じているのかをしっかりと見つめて理解することが大切です。
私は何か日々の生活で少しでもモヤモヤすることや違和感があったらノートに書き出すようにしています。こうやって日々訓練していると、どうしてその感情が出てきたのか原因がわかり、原因がわかったら解決策も考えることができるんです。そうしたらすぐにそのモヤモヤを解消することができて、ストレスが溜まっていかないんです。まずは自分が今何を思っているのか、何を求めているのかを冷静に振り返ることで、恋愛における不安や不満を解消する第一歩につながっていきます。ステップ2、小さいことから伝えてみる。次に自分の気持ちを伝える練習をしてみましょう。最初から大きな問題を解決しようとするんではなくて、まずは小さいところから伝えてみてください。今日はちょっと疲れてるから家でゆっくり休みたいなとか、日常的な小さなことから伝えてみましょう。ここで大事なのが自分の気持ちを伝えることです。相手に対して、なんで〇〇なの？なんで〇〇してくれないの？という風な言い方をしてしまうと、相手も攻撃されたという風に感じて言い返したくなっちゃうんです。それが不機嫌につながっていく可能性もあります。だから伝えるときは自分はこう思っているということを伝えるようにしましょう。これをやることで相手もあなたが素直に気持ちを伝えてくれていることに気づくし、相手が自分の気持ちを受け入れてくれていると分かったら、あなた自身にも自信がついてきます。こうした小さなコミュニケーションの習慣によって、素直に自分の思いを相手に伝えることができるようになり、相手との信頼関係が深まっていくんです。上辺だけでなくって、ちゃんとした心のつながりが深まっていきます。そしてステップ3。相手の立場を理解して共感を示す。最後に自分の感情を伝えるとき、相手の気持ちや状況も理解して尊重することが大切です。例えば、最近あまり一緒に過ごせていなくて寂しいなっていう風に伝えるだけではなくて、あなたが忙しいのは分かってるんだけど、最近一緒に過ごせてなくて寂しいからもうちょっと一緒に過ごしたいとか、私は不安に感じているけど、あなたはどう思う？という感じで、自分の思いも伝えつつ、相手の感情や気持ちに寄り添うことも大切です。これができるようになれば、相手もあなたの気持ちが受け入れやすくなり、お互いにとって安心感のあるコミュニケーションが生まれます。このコミュニケーションは、長期的な信頼関係を築く上でもとっても大切なので、ぜひ実践してみてください。ここで忘れてほしくないのが、このステップで、しっかりと自分の思いを相手に丁寧に伝えたのにもかかわらず、相手がそれを受け入れてくれない。話し合いもしてくれないという場合には、あなたが悪いのではなく、そもそもそのお相手とは長期的な信頼関係を築くのは難しいかもしれないという可能性もあります。先ほどの前提の考え方で言ったように、確かに別れるのが怖いという恐怖はあるかもしれないけれど、あなたの意見を受け入れてくれない方と一緒にいたら、いつまでもあなたが我慢することになってしまうんです。そうなったら、長期的な幸せな恋愛、パートナーシップを築くことが難しいんです。あなたは、あなた自身を一番に幸せにする権利があります。あなたを幸せにしてくれるのは、恋人ではなくて自分自身なんです。それを忘れないで、自分が一番に幸せになれる選択を勇気を持ってしてみてください。いかがだったでしょうか？今回は我慢する恋愛をやめて自分が自然体で恋愛をするにはどうすればいいのかというお話をしました。私自身も過去に我慢して恋愛をしていた時はとても辛かったのですが、今のパートナーとは 100% 自然体でありのままでいられるからとっても楽だし、信頼関係もある幸せなパートナーシップが築けています。今回の動画があなたが我慢する恋愛から幸せで自然体でいられる恋愛に変わるきっかけとなったらとっても嬉しいです。もし今回の動画を見て何か実践してみたり考えを変えようとしたのにうまくいかないという場合は、自分を愛せていないか他に何か原因があると思います。その原因を明らかにして幸せな恋愛をしたいという方は、現在期間限定で無料でコーチングセッションをプレゼントしていますので、ぜひ概要欄の LINE をチェックしてみてください。また、セルフラブに問題があると感じている人に向けて、セルフラブの習慣化プログラムを提供しています。これはプログラムを通じてセルフラブの習慣化を身につけて、プログラムが終わった頃には自分を愛する習慣が身につき、人生が生きづらいとか不安を感じるというところから自分で自分を満たせるようになり、生きやすくなる変化を感じられるプログラムです。こちらに興味がある方も概要欄の LINE をチェックしてみてください。
質問や動画の感想などコメントしてくださるととっても嬉しいです。これからもただの恋愛テクニックではなくて、幸せな恋愛を手に入れるための本質的な内容をお話ししていくので、ぜひチャンネル登録をお願いします。この動画が良かったなと思ったら、グッドボタンを押して応援してくださるととっても嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。